こんにちは。隣の晩ご飯です。雨漏りしてから約1年か。1年経ちましてね。昨日夜中にちょっと金属音が例の場所からしまして、ね、ちょっと見に来ました。こんにちは。説明しよう。ここはL続きで板で仕切られた表記場倉庫なのだ。去年2度の雨漏りに屋根補修など度重なる厄災に襲われ、ついに柱がボロボロのスポンジ状態。屋根は重力に負けて絶望の右肩下がりなのだ。大家さんが直すのか、それとも屋根が落ちるのか、僕たちの命をかけたドキドキチキンレースの真っ最中なのだ。崩れちゃいないね。なんだったんだろうな、動物かな。開けたくないんですよ、ここね。ここ隙間開いちゃってね。ここなんか閉まんないですか。なんか落ちてるとかではないように見えるけど、開けたくないな。これかな。なんかね、ガッタンガッタン聞こえてきたんですが、ガッタンガッタンと、ちょっとね、入れないから、様子だけこう、ちょっと、ここから隙間から入れてさ、ちょっと動画で映してくれ。うわ、湿気すっげえな。どうですか？なんか起きてます？雨漏りありますか？見えないですね。私からは見えません。リラックス。雨降ってきちゃった。これが今の柱の状態です。見づらいかな。晴れた日にやった方がよかったかな。ね、野手あふれる我が家ですからね。どうなってるんでしょう。おほわあ、野手あふれる。なんだろうね、あの金属。あそこも落ちてきそうだよ。これが1年後の現状ですね。雨漏り放置から1年。現状報告。こんにちは。転勤暮らしの心の友、ずんだもんなのだ。本当は嫁が話せばいいんだけど、嫁の話は長すぎる上に要点がまとまらず聞いてられないので、僕の出番なのだ。ちなみに今動いてる嫁は、古民家における重大な梅雨対策をしているのだ。ララちゃんも可愛いので癒されながら、僕からは1年前の雨漏りの経緯と現状とともに、当時話せなかったことや、今後の話なんかを話していこうと思うのだ。まず倉庫の雨漏りの経緯は、去年の6月。ああ、やっぱり水漏れてるわ、これ。1箇所目の雨漏りが発生。この箇所は大家さんが便利屋さんを呼んでくれて無事修復。この箇所は今も再発せずに住んでいるのだ。そして去年8月、2箇所目の雨漏りを発見。即大家さんに報告するものの、様子見ということで、2026年6月の今日までマジで何もせず様子を見てきたのだ。さらに9月、6月に発生した雨漏り箇所の柱が腐ってるのを発見。こちらも大家さんに即報告。現場を見てもらうものの、今後の対策を検討しますという連絡が来て、あれ、今日まで連絡ないぞ。どうしたんや。というわけで現状、去年と全く変わっていないのだ。ここからは当時動画で伝えられなかった今だから言える話なのだ。当時の心境と葛藤、嫁視点の話として聞いてほしいのだ。雨漏りが発覚して以降、夫婦の間には深刻な温度差があったのだ。先の心配ばかりしてしまう嫁と、現状終わりのまま受け入れる楽観的な夫。嫁は地震のニュースや大雨のたびに狼狽するほど追い詰められてしまい、とうとう夫が慌てて家探しを始めるような状況にまで陥っていたのだ。結果、1年後の今も変わらずここで暮らしているのだけれど、当時の嫁は山の排水溝詰まり事件も重なり、こっちからこんなに匂いが来てる。こっちから流れてないんだわ。かなり悲嘆的になっていたのだ。
そんな状態だったので、当時は YouTube 活動を制限せざるを得なかったのだ。動画編集は時として刃となって被害者も加害者も生み出してしまう。今の精神状態で動画を作れば視聴者さんが望んでいない動画を作ってしまう気がしたのだ。なので感情が落ち着き客観的に自分の状態が見られるようになるまで通常動画は休止することにして、大好きな動画編集の熱はメンバーシップにぶつけることにしたのだ。当時応援してくれていたみんな、本当のことを言えなくてごめんなさい。なぜこんなに不安を抱えながらもっと修繕を促すなり引っ越すなり自分たちで修繕しようとしないのかと不思議に思っている人もいると思うのだ。古民家に住んでいる以上、経年劣化のリスクはどうしても避けられない。けれどそれを指摘して修繕してもらうことは現実的にとても難しいことだったのだ。大家さん側の事情を推察すれば、転勤でいついなくなるかわからない借り手に大きな費用のかかる修繕はしづらいのかもしれない。だからといって放置していいという理屈にはならないけれど、嫁は不安のあまり友人である行政書士のデイ君に相談して、じゃあデイ君の方がいい？どうする？内容証明を送ることも真剣に検討したことがあるのだ。それでも最終的には夫から「待て」のストップがかかった。我々の意向が届いて万が一修繕が不可能となり退去となった場合、転勤族の身としては急な退去と引っ越し費用の捻出という大きなリスクも抱えることになる。それに自分たちで修繕して万が一にも家が崩壊してしまった場合、その責任は一体どこに行くのか。そんな最悪のケースも何度もシミュレーションした結果、私たちはある結論に至ったのだ。それは無我の境地なのだ。人はいつか死ぬし、家もいつか壊れる。そうやって現状をありのまま受け入れて、次の転勤の事例が来るまでこの場所で淡々と待つ。今の私たちはそんな風に気持ちの折り合いをつけてここで暮らしているのだ。つまりもうどうにかなれ精神なのだ。賃貸の古民家で暮らすって命張らないとダメなんだな。チャンネル名にしておいてあれだけど、古民家修行編の伏線をしっかり回収してしまってて草なんだ。まあ笑い事じゃない部分も多いんだけれど、ただ座して崩壊を待つわけにもいかないのが古民家暮らしの切ないところなのだ。現にこれからやってくるジメジメの梅雨に向けて、嫁は今治りかけのぎっくり腰を抱えながら必死に準備をしているのだ。特にベッド下と押し入れは油断するとカビが生えてしまうから気が気じゃないのだ。湿気対策として今月新たに除湿機とサーキュレーターを1台ずつ追加購入してフル稼働させているのだ。さて僕からの話はここまでなのだ。この後は梅雨に向かっていく我が家の様子と6月にやってきた台風の時、この家がどんなことになっていたのかをありのままにお見せするのだ。命がけの古民家修行、最後までお付き合いください。梅雨入り前、草刈りやっとかんとな。ガソリンってさ、なんかエンジンオイルがさ、なんか手に入らないみたいな話してるじゃん。これもそうなのかな。買っといた方がいいのかな、買えたら。
意外と開通できました。障害物を割とこう削ったから、チップ層ガンガン入れても怖くなかった。そこまでなんとかできてよかった。多分でも借り残しはいっぱいあると思うんだよね。まあそれはそういうのか。ホタル飛んでるよ。血です。かわいい。めっちゃニコニコしてくる。めっちゃかわいいな。美少女だよ。また四角が。かわいい。かわいいですよ、今日もね。おはようございます。感じに。そうね、平らなとこだったらちょっと恐怖心がなくなったから。声開いてるかな、そうだけど。こっちの方と、あとこっち側。よいしょ。こっち側はね、すごい石が多いんだわ。だから夫すら、チップ層でやりたがらないから、ナイロンでやります。上だけあれやっちゃえばよかったな。その方がいいかも。長いのだけチップ層で切っとく。よいしょよいしょ。よいしょよいしょ。よいしょよいしょ。明日台風来るんやって。明日かな。軽くのがいいよね。
頑張ってくれよ。よし、まだやるとこあるんだ。すだれも畳まないとダメかもね。よいしょ。ここ。排水口のね、ここ前詰まり、去年落として、えらいことになってさ、これ自分たちで掘ったんだよ、これ。こっちの水を減らすってことね。水道低いちゃったら。泥が入らん。師匠が見かねて、こうやって見つけて、こう次はどうしたらいい、これで穴塞げって、これ植木鉢のこれでさ、これかな、これが邪魔して水が流れなくなってたのが答えでした。よいしょ。でね、ここが万が一溢れたらこっちに一応溝が掘ってあるから向こうに流れていくというシステム。こっち若干進行止まったんだよね。川だ。でこの間ね、だから一応そこカッといた。多少でもね、流れやすいようにね。よいしょ。ふんどきますね。よいしょ。おい。ここは水をとりあえず。ゴミはちょっとよかして、これね、これがゴミ。これをよかせば、ここの詰まりが多少は減るからね。で、こっちも、全部。よいしょよいしょ。こっちにまとめといた。だから水は流れても、そうは詰まんないと思うんだよね。こっちから水が押し寄せてくることはこれでなくなったはず。あとは雨漏りしないかどうかだ。よいしょ。風がちょっと出てきたでしょ。この間多分中は撮ってると思うから映像はそれで。まあ明日雨降って中見れそうだったらちょっと見ようかな。はい、こんな感じです。まだ立ってますよ、この家。すごいでしょ。意外と丈夫ですね。上手やね。これの
バコンっつって。よし。さっきせっかく着替えた。なんも見えん。ちょっとお母さんのペースに合わせてくれんとお母さん見えへんで。お母さんだって足元見えへんやろ。ああ、窓が開いたんだよ、ドアも。これが倒れてた。ということはさ、家の形が変わったんじゃないのか、これ。あんまりバンバンやると崩れるかもしれない。また倒れるじゃん。すごい風ですよ。すだれも撤去しました。よいしょ。おはようございます。台風の次の日ですね。なんか夜から風が強くなって、すだれは全部撤去して、なんか雨もかなり強かったみたいで、うちムカデの粉巻いてんだけどさ、それも全部流されてて、今ね、慌てて巻いとった。ほんでこれも倒れてるし。あ、なんかこれ飛んでってるし。どこから見てく？どこから見ようかね。これ、物干し台がね、崩壊しました。倒れてましたね。これ今使ってないんだよね。なぜかというと、紐がちぎれちゃって、もう紐結べる気がしないのよ、これ。紐もう結ばれへんねん、これ。ピーマンさんは頑張ってましたね。くっつけといてよかったのかな。これなんかのあれが切れちゃってるけど、この子のなんかがね、ないとこんなちぎれるよね。さあ、じゃあ、昨日ね、ここがなんかすごい音して、夫と一緒に見に来たけど、あ、結局こういうことに。今軍ってねえからな。すごいね。あそこちょっと迎えスプレーしないとね。よっこいしょ。漏れてはいなそうに見えるけど。にゃー。ちょっと後でよし。ここも広いでしょ。でももう我慢するしかねえんだわ。残念ですわ。あそこも流れてるから詰まってないと思うけど。1年も経つ。あれ、こんにちは。ここで避難してたの？あらららら、緑になってる。びっくりしてたね。